こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在9万8000ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米上率、基準件数、米製造業新規受注、耐久財受注などがありました。それぞれが予想以下または事前予想通りの結果となってまして、米金利、米ドル安要因となってるんですけども、市場では中国の米国に対する報復関税の発表が注目されています。トランプ関税のリスクオフの巻き戻しという見解もありますけれども、ドル円は154円台となってまして、ゴールドは続伸、米株各指数は微反発となってるんですけども、ビットコイン仮想通貨市場は続落となってます。今回は仮想通貨市場単体でネガティブなファンダが結構出てるんで、それはこの後のその他の動向のところでまとめて取り上げたいと思います。あと上場企業によるビットコインアルトの買いもそれぞれ注目されてまして、セムラサイエンティフィックが 871BTC 買い増し、ソロストラテジーズが4万ソル買い増し、ネプチューンデジタルアセッツが100万同時購入を発表しています。セムラサイエンティフィックがプラス 2.2% と比較的強くなってますけども、それ以外は市場全体に沿って下落してます。あと昨日の米国のビットコイン ETF のフローは時間が早いんであまり反映されてませんけども、現時点では全体でプラス 0.35 億ドルの流入となってます。香港はゼロとなってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 6.38%、額としては579億ドル相当、連日減少傾向となってます。比率として全体ではロングが 55.9%、バイナス意味はロングが 62.3% と上りになってます。あとビットコイン関連ではビットコインのドミナンスが急上昇してます。以前までは 58% から 59% あたりでしたけども、一時 64% まで急騰してまして、現在でも 61% 台キープとなってます。こちらもリスクオフの動きが見られるのかなと思いますね。今後の指標としては本日2月5日に米 ADP 雇用者数、米 PMI、2月6日に米 ISM 非製造業景気指数、英国チェコの中銀政策金利、2月7日にメキシコインド中銀政策金利、米雇用統計などが控えております。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想では米雇用統計まで需要指標が並んでるんですけども、関税警戒が一息ついたのと準備金への期待が再燃したのを評価するということで、2月5日 AM6 時点のビットコインは昨日の10万1622ドルよりも上という予想でした。結果としては米指標の結果や関税警戒の巻き戻しなどですね、米株は反発してるんですけども、ビットコインは続落となってまして、判定時刻の2月5日 AM6 時点のビットコインは 98,652 ドルということで、昨日の 101,622 ドルよりも下なんで外れです。はい、続いて明日の予想ですね。上にします。ここ数日ファンダで揺れすぎてる気がするんで、そろそろ市場も体勢がついて落ち着いてもいいのかなと思ったんで、また10万ドルの攻防まで反発すると見て上にします。なので2月6日 AM6 時点のビットコインは現在の9万8002ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては本日22時15分から明日0時にかけて米 ADP 雇用者数、米 ISM 非製造業景気指数などが控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2710ドル、BTC だっては 0.0277 と。先物の方では OI は全体でマイナス 5.4%、額としては229億ドル相当。比率としては全体ではショートが 53.6%、バイナス意味はロングが 79.5% と全体では下寄りになっています。イーサ関連の話題ではイーサのガス制限が引き上げられたのが話題になってまして、プルホーブステークに移行以来初めて数年ぶりの更新となっています。ガス代のことはユーザーにとっては使いにくくなって価格面ではプラスと見られてますけども、イーサ市場全体に沿ったままそれ相応の動きになってます。BTC だっても 0.027 あたりキープとなってますね。ここから再度浮上できるのか注目です。あとその他の動向では米国トランプ関連の動きが多くなってますね。これらが市場の下落要因にもなってるのかなと思います。でまずトランプ政権の仮想通貨と AI 部門の責任者デイビッド・サクス氏が今朝会見を行いまして、市場としてはですね、そのビットコイン準備金に対して何か言及されるんじゃないかと期待されてたんですけども、実際に言及されたのは
デジタル資産は優先事項になっているとか、ビットコインの準備金は作業部会の閣僚の収入をまだ待っているとかですね、定型文で交わすようなものばっかりで、具体的な言及がなかったんで、この会見が終わってからビットコインも失望売りでさらに落ちたと見られてます。あとこれは昨日のことで少し時間が経ってますけども、トランプ一家のワールドリバティフィナンシャルがイーサやラップド BTC、その他あるとコインベースに送金しているのが観測されてます。イーサが大量に送金されてますし、他のアルトではアーブ、イーテナ、リンクで、そしてこの前インサイダー疑惑で話題になったムーブとかも売られてるんですね。どれがいくらくらい売られてるのかは拾いきれないですけど、全体で見ると 3.7 億ドルほどあった資産が3300万ドルほどになってるんですね。10分の1以外は全部送金しちゃってます。これもね、その次男のエリック・トランプ氏がイーサを購入するには絶好のチャンスだと投稿した裏でイーサが売られてるんで、ネタみたいな感じで取り上げられてますけど、ただ以前も売ってる動きを見せてまた買ったこともあったんで、これからどうなるかはわからないですけど、市場の動きに合わせて売買しているようであれば、これもネガティブなファンダになりますね。あとその他の動きでは SEC が以前から注目されていた暗号タスクフォースの概要を発表してまして、どの暗号資産が証券であるかを分類することに注力していくと発表してたり、米上院の方でステーブルコインの新たな規則を作る法案が提出されてたり、トリバゴとトラバラが統合して100種類以上の仮想通貨でホテルの予約が可能になったことなどが話題になっています。あとその他資金調達リリース関連では OP キャットのタップルトウィザーズが3000万ドル調達、AI エージェントアプリストアパール開発のオラズが1380万ドル調達、分散型ゲームインフラ B メーブルネットワークが1350万ドル調達、ベラチェインが近日メネット公開予定となってます。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。